こんにちは、ペンタロウです。今年もいいバイクないかなと思って各メーカーのバイクを整理し始めていますが、今回はまずホンダの 50cc クラス以外の現行バイクを全部人気順にまとめてみます。39位ホーク11、販売台数不明。結構前に生産終了していますが、ホンダドリームジャパンに在庫があるのでまだ買えます。というか在庫70台くらいでほぼ減っていないので販売台数は1桁でしょう。エンジンもフレームもオフロードのアフリカツインを流用するという難題に挑み、ロケットカウル風スポーツバイクに変身させたものです。売れないものは作らないホンダとしてはたまにしかやらない挑戦的なモデルでした。トゥカティからフォーミュラ73という似た感じの外観のモデルが登場していて、こちらは200万円以上するそうなので、気になる人はホーク11のことも思い出してあげてください。38位アフリカツイン、販売台数不明。集計値不明で400台未満であることは確実です。2024年の年間計画は600台だったので、2025年は2、300台くらいでしょうか。車体サイズは最大級のビッグオフローダーです。Apple CarPlay、Android Auto 対応など便利装備関係はフラッグシップの位置づけになっています。今年はアドベンチャースポーツ ES-DCT のみ、カラーも一色に縮小されました。37位 CBR1000RRR、販売台数不明。こちらも集計値不明で、アフリカツインと同じく2024年の計画は600台でした。ホンダがほぼファクトリーマシンのレベルという本気でパフォーマンスに注力したモデルです。速さをイメージするモデルにはなぜか R をつけたがるようで、R の数がどんどん増えて3つになってしまいました。3つで RRR と読むらしいですが、トリプル R の方が呼びやすいです。次のモデルでは R4 つになってしまうのでしょうか。R4 つの繰り返しはさすがに舌を噛みそうなので、クアドラプル R と呼ぶでしょうか。どっちにしろ呼びにくいので、もう R 一つに戻してほしいです。36位ベンリー E2、販売台数30台。ここからある程度販売台数数値は正確です。年間30台というフェラーリの限定モデルのような台数ですが、電動バイクの売れ行きはなかなか厳しいようです。でも大丈夫。同じく電動バイクの川崎 E1 は年間販売台数20台だったので 1.5 倍の勝利です。35位 CL500、販売台数60台。こちらは集計値がランク外なので参考値として2025年の販売計画台数160台からホンダドリームジャパンの登録済み未使用車100台を引きました。ほとんどメーカーグループ会社が引き取って登録しているという現実に少々闇を感じます。250cc と見た目がほぼ一緒にもかかわらず圧倒的にパワーが上がっているモデルなので、川崎の忍者250に対する忍者400のように売れても良さそうですが、500cc は日本だとなぜか極端に売れません。新しく出た忍者500がどうなるかによって500が受けないのか、ホンダの500が人気ないだけなのか判明すると思います。34位 XL750 トランザルプ、販売台数170台。計画台数200台から登録済み未使用車30台ほどを引いています。ヤマハのテネレ700と同じ系統かと思いきや、テネレとアフリカツインはビッグオフローダー。こちらのトランザルプはオンロードフレームのアドベンチャーカテゴリーで、スズキの V スト DE とカテゴリー的には近いようです。今年のモデルは E クラッチ版のみです。ブラックに赤ラインのシックな感じになりました。33位 NT1100、販売台数200台。こちらも販売計画台数を参照しています。登録済み未使用車がほとんどないので、多分これくらい売れていると思います。アフリカツインのエンジンとフレームを使ったオンロードツアラー仕様です。今のアフリカツインがオンロードツアラーのみになったので、さらに存在が微妙になってきました。でもコスパは良く、ツアラーとしての性能も申し分ないので、賢い人はここにたどり着きそうです。32位 CB125R、販売台数200台。この200台は集計値です。CB なんとか R はなくなりつつあるので、こちらもいつどうなるかわかりません。フルサイズ 125cc としてちょっとお高めだったところ、他もだんだんと高いものが出てきて、普通なお値段に感じるようになりました。31位レベル500、販売台数290台。集計値圏外なので計画台数300から未使用車10台を引きました。 500cc は GB500 が出るかもの噂がありますが、ここまで 500cc が売れないと投入する度胸は生まれなそうな気もします。30位 CUVE、販売台数400台。電動バイクが本当に400台も売れるのかとも思いますが、未使用車がないので一応売れて引き渡された数のようです。外では見たことがないですが、どんな人が使っているのか興味深いですね。29位 CB750 ホーネット、販売台数409台。270度クランクツインエンジン搭載のコスパ良好モデルです。今年から E クラッチ版のみになりました。 ETC のほか他のモデルにはほとんどないオートキャンセルウインカーも搭載で、価格も115万円
となかなかに美味しそうなモデルです。ペンタローは黒赤カラーがコントラスト効いていて好きです。28位 CB1000 ホーネット、販売台数528台。 CB1000F とセッティングは違うもののおよそ共通設定のストファイです。 SP じゃない方は134万円くらいと性能にしてはなかなかありがたい設定になっています。27位ゴールドウィング、販売台数783台。 1800cc 水平対向6気筒エンジンを積んだ高級グランドツアラーです。おいおい800台も売れているはずないだろうと皆さん思いますよね。ただ中古車が国内にほとんど流通していない現状を見ると、裏でそのまま海外に流れていくというパターンが出来上がっているのかもしれません。26位 NC750X、 販売台数888台。大型二輪教習車に採用されていることも多い NC750 系です。今は装備が充実した NC750X のみ市販されています。普通は燃料タンクの場所が23リットル収納できる積載スペースになっていて、利便性抜群、鬼の極太低回転トルク仕様もあって様々なシーンで活躍してくれそうです。25位 CBR600RR、 販売台数980台。レースで勝つを起点に開発されたモデルですが、1000台近くと意外に台数が出ています。さすがレースを中心に見ているだけあって純正 ETC オプションがなさそうです。でもグリップヒーターオプションはあります。CBR1000RRR の方はグリップヒーターオプションはありません。兄貴分はさすがグラム単位の重さにも敏感かと思いきや、こちらは逆に ETC オプションがあります。どうしたいのかちょっと謎なオプション構成なので、公道で使いたい人はあらかじめ社外品情報収集など気をつけておいた方が良さそうです。24位 CB1000F、 販売台数1005台。売れ筋想定で満を持して投入されました。万能バイクとしてのポテンシャルがチートクラスに高く、ホンダが本気でライバルを潰しに来たバイクです。どんな用途にも満足できる軽快かつ十二分のパワー、それでいて非常に扱いやすい特性になっていて、大型免許1台目にも最適です。リコールでつまずいたものの、ようやく修理対応が確定してエンジンを分解してピストン周り交換になりました。ホンダの回収センターで一括対応するようなので、販売店で慣れないエンジン分解をされてもむしろ不安という人も安心して大丈夫です。そろそろ対策済み車両の新車も再出荷が始まると思います。23位レベル1100、販売台数1095台。アフリカツインエンジンをクルーザーに乗せたスタイル。1100cc ファミリーの中で一番売れていますが、確かに値段が異常に安くコスパ良好感があります。さすがパワフル系1100エンジンなので、爆発的に速いクルーザーという唯一無二の存在になっています。22位 CBR400R NX400、 販売台数1221台。少し前にモデルチェンジして外観がシャープになりました。巷の 400cc 群の中では万能感はトップクラスです。今年は E クラッチ付きモデルが発売されそうなので、狙っている人はもう少し待ちましょう。21位 CBR250RR、 販売台数1260台。 250cc 最速クラスのバイクです。マニアックな設定の割には台数が出ている印象です。一部のハイスピードサーキットを除けば4気筒エンジン車より速そうなので、 250cc でガンガン走りたい人にはもってこいの存在ですね。ペンタローは最近前傾姿勢のバイクで背筋トレーニングしようと思っていますが、きつすぎない前傾度合いでちょうどいいかもしれません。20位の前に今年の話題バイクについていくつか紹介します。イベントでも展示されていましたが、 CB400 スーパーフォアの新型が今年出そうな雰囲気があります。 CB1000F は去年の春にコンセプト展示されて秋に発売だったので、同じように秋発売になりそうな予感がしますね。エンジンのリコールで延期になった CB1000GT は今年発売なので、販売台数がどうなるか楽しみです。 V3R は現状の展示状態からは来年くらいになる感じですね。こちらも楽しみです。では20位から上に行ってみましょう。20位 XADV、 販売台数1604台。NC750X と兄弟のスクータースタイルです。 TCT モデルのみでリアブレーキは左手なので、普通のスクーター感覚で操作できます。ビッグスクーターとして使いやすいパッケージングとなっていて、ペンタローはプチカラフルな白が気になっています。19位 CL250、 販売台数1687台。レベルベースのスクランブラースタイル。 250cc の方はそこそこ台数が出ています。ただ年々台数が減っているのが気になるところです。18位スーパーカブ C125、 販売台数1900台。 125cc のスーパ
パーカブです。タンク容量が 3.7 リットルと小さく、航続距離が250キロ前後とちょっと短いのが惜しいです。とはいえ200キロも走らないスズキ刀よりだいぶ長いので、125cc ということも考えるとディスるほどでもないかと思います。17位 CB650R、CBR650R、販売台数2010台。E クラッチ第1号モデルの CB650R ですが、E クラバブルでかなり販売台数を伸ばしました。16位フォルツァ、販売台数2025台。貴重な 250cc スクーターです。およそヤマハの XMAX との2択になりますが、甲乙つけがたく選ぶのが難しそうです。15位ダックス125、販売台数2100台。スーパーカブベースの可愛い系スタイルで、普通のバイク感覚で乗ろうとするとちょっと違います。積載力が必要な人はハンターカブの方が使いやすいと思います。14位グロム、販売台数2100台。万能系ミニバイクのグロムです。ある程度身長が高くても普通に乗れるので、一家に一台おすすめバイクです。13位 CRF250L ラリー、販売台数2385台。オフ車仕様のガチ系とアドベンチャーです。ラリーの方は燃料タンク容量も確保されて日常ユースに使いやすくなっています。12位 CB1300、販売台数2536台。1300cc にして良好な販売台数ですが、生産終了に伴って例年の倍くらいの台数が出ました。車重270キロの重さマックスなバイクですが、低回転で重低音を響かせながら走るのはなかなかの醍醐味です。まだ新車在庫はありますが、スタンダードの黒は数台まで減りました。丸めの方は今年早めに履けるかもしれません。11位クロスカブ110、販売台数3500台。スーパーカブ110ベースの豪華版です。こちらはアウトドア感があっておしゃれになっています。くまモンバージョンもあります。10位 GB350、販売台数4625台。販売台数はスタンダード SC の合算です。ヤマハ SR400 が終了した時に発売された空冷短気筒クラシックスタイルで、販売台数は発売初年度ほどではないものの相変わらず好調です。9位 ADV160、販売台数4823台。スクーター PCX のアドベンチャー風スタイルです。こちらは PCX より少し高いですが、豪華感があってペンタローは買うならこっちかなと思ったりします。8位 CT125 ハンターカブ、販売台数4900台。発売当初からかなりの人気車種で、 PCX がいなければ販売台数万年トップになりそうなくらいでしたが、最近スクーターほかもろもろに押されている感があります。巨大なキャリアの積載力が抜群なので、 UberEats の箱なども余裕で積めそうです。7位 PCX160、販売台数6700台。一番売れているスクーターの PCX シリーズで、 125cc と合わせると国内のスクーターはほとんどこれかというくらいのぶっちぎり販売台数ナンバーワンです。6位モンキー125、販売台数7100台。グロムを改造したおしゃれバイクです。いつの間にか随分と販売台数が増えました。グロムとはエンジン特性やタイヤサイズなどによって結構乗り味が違うのが面白いです。ハンドルが絞られていて、体が大きい人はグロムより窮屈に感じるサイズ感になっています。5位ディオ110、販売台数8000台。安さを求める人に優しい選択肢のスクーターです。30万円以下で買えます。4位スーパーカブ110、販売台数8500台。往年の 50cc カブの 110cc 版です。プロはお仕事用で前かごもついて荷台も大きいので便利に使えそうです。3位リード125、販売台数9200台。 PCX じゃなくて普通の形のスクーターがいい人はこちらです。2位レベル250、販売台数9356台。ずっと売れ続けている 250cc クルーザースタイル。 E クラッチがついて年間1万台は優に超えるかなと思いきや、そこまではいきませんでした。1位 PCX、販売台数18600台。スクーターの PCX。 2位のレベル250に綺麗にダブルスコアになりました。およそ毎年全カテゴリー合わせてトップの販売台数です。魅力的なモデルが多いので、ペンタローもいろいろバイクを入れ替えていこうと思います。よろしければ高評価、チャンネル登録、ハイポいただけるとありがたいです。穴あご LINE スタンプも作りました。ラジオチャンネルでバイクの小話、メンバーコンテンツでプライベートな話をしているので、よろしければそちらもご覧ください。じゃあまたねー。